あんこ入り蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、あんこ入り蒸しパンを作っていきたいと思います。大人気の蒸しパンシリーズでございます。今回はですね、蒸しパンの中にあんこを入れて仕上げていきたいと思います。ホットケーキミックスを使うのですごく簡単に作れます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、こしあん、サラダ油、お砂糖、黒ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回あんこ入りということで、中にですね、こしあんを入れていきます。こちらはお好みで粒あんを入れていただいても OK です。そして甘さはですね、ホットケーキミックスの甘さと、あとは上白糖を少し入れてつけていきます。この上白糖に関しましては、お好みできび砂糖、グラニュー糖、または甜菜糖などで代用していただいても OK です。甘さのお好みがあると思いますので、こちらの量はお好みでやってみてください。そしてサラダ油ですね。こちらは米油で代用していただいても OK です。オリーブオイルはですね、香りが強いので、香りのない油を使うようにしてください。そして今回はこちら8号サイズの紙カップを使用していきます。こちらですね、両面シリコン樹脂コートされているものになります。100円ショップのキャンドゥさんで購入しました。このね、紙だけのカップだと生地を入れた時にビヨンと広がってしまいますので、同じぐらいの大きさのシリコンカップまたはポットにこのようにはめ込んで使うようにしてください。ちなみにこちらもね、100円ショップのキャンドゥさんで購入した8号サイズのシリコンカップになります。必ず耐熱性のものを使用するようにしてください。このようにですね、生地を作る前に紙カップをですね、シリコンカップに入れておいてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらのこしあんを軽くね、丸めておきます。1個がね、だいたい 15g 前後ですね。それぐらいを目安にしてみてください。このぐらいですね。大さじ1弱ぐらいですね。こちらを軽く丸めて、そして置いておきます。では残りもね、同じように丸めていきます。はい、丸めました。今回は全部で5個分なので5個丸めてください。それでは続いて生地を作ります。まずボウルにお砂糖と、そして牛乳を入れます。これを一度よく混ぜましょう。砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。お砂糖が溶けたらここにサラダ油です。そして分離しないようにしっかり混ぜてください。材料はね、一つずつ加えてその都度よく混ぜましょう。そうすることでね、混ぜムラを防ぐことができます。はい、 OK です。それでは続いてホットケーキミックスですね。こちらは振るわなくてもね、ダマになりにくいものなんですが、振るっていただいた方がね、混ざりやすいので振るって加えます。では振るいます。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。このぐらいですね、もったりした生地感になります。ホットケーキミックスの種類でね、もしかしたらこの生地のね、硬さが変わる場合があります。その時は分量通りやっていただければ大丈夫なので気にしなくて OK です。生地はこれで完成です。それではね、準備しておいた型の中に生地をまず半分入れてください。スプーンでね、すくって入れていただくといいかなと思います。そしたらここに丸めておいたあんこを真ん中にのせます。そしてまた上から生地を入れましょう。ちょっとね、このように揺らして表面を平らにします。はい、これで OK です。このように型の中に入れてください。だいたいね、このぐらい結構いっぱいいっぱいになるんですが、このぐらい入れちゃって大丈夫です。それでは残りも同じように作っていきます。はい、型に入れ終わりました。そしたらここに黒ごまをのせましょう。はい、 OK です。それでは今からフライパンで蒸していきます。それではフライパンで蒸していきます。まずフライパンの底から1センチほどのお水を入れます。そして沸騰させましょう。は
はい、グツグツ沸騰しました。そしたら一度火を止めます。火を止めるとね、熱い蒸気が上にわっと上がってくるので、蒸気でやけどしないようにだけ注意してください。そしたらやけどしないように容器を入れます。そしてもう一度火にかけましょう。火にかけたら蓋をして火加減弱めの中火です。このまま10分間蒸していきます。もし途中でフライパンのお湯がなくなりそうになったらお水を追加して蒸し続けるようにしてください。火加減はこのぐらいです。はい、10分経ちました。火を止めて、そして蓋を外します。こんな感じに仕上がってます。表面がね、このようにパカッと割れて可愛い仕上がりになってます。それではね、こちら取り出していきます。このようにね、パカッと割れてとてもね、ふわふわに仕上がってます。それではね、こちらシリコンカップを外します。やけどしないようにね、注意してください。はい、このようにね、ふわふわで美味しそうに仕上がりました。このようにね、パカッと割りたくない時は卵を1つ加えて牛乳をね 50ml ぐらいにしてみてください。卵を加えるとね、蒸しパンが割れにくくなるので、このようにね、パカッと激しく割らずにまん丸にね仕上がります。ちょっとね割れてしまう時もあるんですが、今回作った分量で作る蒸しパンよりはね割れずに作ることができます。そしたらこのまま粗熱を取ります。はい、これであんこ入り蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。蒸しパンはね、このようにとてもふっくらとした仕上がりになってます。このようにね、ふわふわです。では外したいと思います。もうね、かなりふわふわです。それでは半分に割ります。このようにね、蒸しパンはすっごくふわふわでとても美味しそうな仕上がりになってます。生地がね、今回もったり系だったと思うんですが、生地がもったりすることによってあんこがね下に沈んでしまうのを防ぐことができます。このようにね、あんこが中心に来てますね。こんな感じでね、すっごくふわふわです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。ではいただきます。生地がね、すっごくふわふわです。そしてね、中のあんこもたっぷり入っててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のあんこ入り蒸しパンのポイントです。まず中に入れるあんこなんですが、こちらは一番初めにね、だいたい 15g ぐらいの大きさで丸めておいてください。今回こしあんを使ってますが、お好みで粒あんを使っていただいても OK です。そして生地を作る時のポイントです。今回はね、卵なしで作ってます。卵を加えていただくと卵の風味が加わるのと、あとはですね、今回こんな感じでパカッと割れてるんですが、卵を入れるとですね、この表面が割れにくくなります。もしね、つるっとさせたい場合は卵を入れていただくといいかなと思います。その場合は卵1個に対して牛乳はね 30ml から 50ml ぐらい入れて作ってみてください。そして材料をですね、1つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。そしてホットケーキミックスに関しましては、こちらはね、振るわずに入れてもですね、ダマになりにくいものなんですが、振るっていただくとね、さらにね、綺麗に混ぜやすくなるので、もし手間じゃなければね、振るって入れてみてください。そして生地ができた後なんですが、容器の中にまず半分生地を入れてください。そして半分入れたらあんこを真ん中に入れて、そしてまた上から生地をかけてください。今回の生地なんですが、ちょっともったりめに作ってます。生地をね、もったりさせることであんこが下に沈んでしまうのを防ぐことができます。そして生地を入れ終わったら黒ごまを振って、その後フライパンでだいたい10分ほど蒸してください。そして蒸している最中なんですが、もし途中でお湯がなくなりそうになったらお水を追加して蒸し続けてください。そして今回使った容器なんですが、8号サイズの紙カップを使用してます。8号サイズの紙カップにパンパンに生地を入れて、それで5個分になります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ふわふわでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はあんこ入り蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。